大正12年、関東大震災。豪華に追われ、身一つで逃げ惑う人々の中に、一人の女性がいました。彼女は、最後の浮世絵師と呼ばれた巨匠、小林清親の娘です。大勢の子供たちを連れ、命からがら逃げ延びようとしていました。その手には、一つの風呂敷包みが大事に抱えられていました。中に入っていたのは、父、清親のスケッチ帳十数冊と、自画像、そして自画伝です。家が焼け、何もかも失うかもしれない状態です。それでも彼女は、大荷物になるのも厭わず、何よりも先に、父の生きた証を守り抜いたのです。後に妹の小林勝は、その時の姉の姿を振り返っています。動植物の写生帳や、和とじの人物画などは、残念ながら灰になってしまいました。しかし、持ち出された自画伝や自画像を見るにつけ、娘たちの胸には、懐かしい父の追憶が蘇ったと言います。他の何よりも優先して、大荷物を抱えて逃げた姉。これほどまでに娘たちから愛された小林清親とは、一体どんな父親だったのでしょうか。偉大な芸術家の本当の素顔というものは、往々にして本人の格調高い作品には現れません。例えば、文豪、幸田露伴を思い浮かべてみてください。彼の格調高い作品から日常の生きた言葉を想像するのは困難です。しかし、彼が家庭で話していた厳しくも愛情深い東京弁は残りました。娘である幸田綾の優れた筆によって鮮やかに活写されたからです。実は小林清親にも全く同じことが言えるのです。清親の静寂で詩的な風景画からは、彼がどんな声で笑い、どんな言葉を話したかはわかりません。しかし、彼にも愛情深い娘がいました。五女の小林勝です。彼女が残した清親の追憶という極上の随筆があります。ここには、美術の教科書には絶対に載らない生活者小林清親の息遣いが刻まれています。江戸っ子らしい東京弁と不器用な愛情の記録です。晩年の清親は自宅の画室で絵に向かっていました。朱色の褪せた毛線が引かれた部屋です。霧の丸火鉢からは紫の煙が立ち上っています。天平風の大書棚。壁にはダ・ヴィンチの微笑や南欧の銅版画が飾られていました。白いものが混じった長いひげを垂らし、きびらの着物を着ています。筆を握り、じっと上目遣いに鏡の中の自分を見つめ、自画像を描く。いかにも気難しい、近寄りがたい芸術家の姿です。しかし、娘の勝が顔を出すと、その険しい表情は一瞬で崩れます。よう勝子どうした？耳元に聞こえるような優しい東京弁です。勝の勝に甲をつける。親しみを込めた江戸っ子らしい愛情表現ですね。今日は娘たちの弓に残った肉声から偉大な巨匠の素顔を照らし出してみましょう。まずは清親の波乱の半生から振り返りましょう。彼は弘化4年、裕福な幕臣の家に生まれました。幼い頃の彼は強烈な自我を持っていました。
絵の先生に初めて弟子入りした時のことです。先生が手本として梅と竹の絵を描いてくれました。すると彼は、そんな梅や竹があるものか、と大泣きします。入門を完全に拒絶してしまいました。後年の写実主義の芽生えがすでに現れていますね。僧侶の兄に絵をせがんだ時のエピソードもあります。兄はふざけて、おならをしながら飛ぶ義経を描きました。それを見た清親は、ひどく機嫌を損ねて大泣きします。結局、絵草紙屋で極彩色の武者絵を買ってもらうまで、機嫌を直しませんでした。しかし、時代は幕末です。徳川幕府の崩壊とともに、彼は無一文になってしまいます。上野戦争の時には、印番点を着て労働者に扮しました。天水桶の影に隠れ、筒を飛ぶ砲弾の音に首をすくめていたそうです。その後彼は江戸を離れて静岡の漁村へ下りました。ここからが彼のたくましいところです。元武士でありながら、漁師の仲間に入れてもらいます。早朝から浜辺で地引き網を引き、カツオ釣りの船にも乗りました。さらに、祖母が病気に倒れた時のことです。治療費を稼ぐためだったのでしょうか。彼は村の祭りの見せ物小屋に雇われます。そこでなんと得意の居合抜きを披露したのです。元武士が見せ物小屋で鮮やかな剣術の腕前を売り物にする。たくましい世渡り術ですね。清親本人は後年、この上もない面白いことだったと語っています。その後、横浜でドイツ人画家の家に転がり込みます。毎日、朝顔の写生をするその画家のもとで、貪るように油絵を学びました。奇妙なことに、彼はその恩人の名前だけは、どうしても思い出せなかったそうです。記憶力はいいはずなのに、不思議ですね。やがて東京へ戻り、光線画を発表します。一躍人気絵師となりました。しかし、彼の芸術への熱い思いは周囲を巻き込みます。明治14年、両国の大火事の日のことです。燃え盛る炎が彼の家にも迫っていました。普通なら、妻や赤ん坊を連れて真っ先に逃げますよね。しかし、清親は違いました。スケッチ帳だけを持って、火事を追いかけていってしまったのです。翌朝帰宅すると、家は跡形もなく焼け落ちていました。家族は高窓から逃げて無事でした。芸術への情熱とはいえ、残された家族はたまったものではありません。本当に困ったお父さんです。破天荒な清親ですが、彼の家庭生活は平坦ではありませんでした。明治30年代、清親は二六新報という新聞社に身を寄せていました。当時としては珍しい労働者大会を主催したり、交渉廃止を叫んで遊郭を回ったりと、何かと騒がしい新聞社です。そこには血気盛んな若者は出入りしていました。警察の高等係が思想調査にやってくることもありました。しかし清親は、高等係が来ても馬の耳に念仏です。のんきな話をして呆れさせて帰らせていました。実にひょうひょうとしていますね。しかし、ある時トラブルが起きます。妻の登園にあたる家庭の揉め事を、新聞社がスキャンダルとして書き立てたのです。
困り果てた親族は清親に泣きつきました。お人よしの清親は記事を止めるように奔走します。ところが、間に入った人間の立ち回りが悪かったのです。反対派から、清親が脅迫手段を使ったと無実の罪を着せられてしまいます。正義感から仲裁に入ったのに、とんだ濡れ衣です。この事件で清親は世の中をすっかりバカバカしく思います。極端に心を堅くなにして人間関係の煩わしさを嫌悪するようになりました。その結果、娘たちの恋愛や結婚の話をひどく恐れるようになります。娘の縁談が持ち上がっても一切耳を貸しません。徹底して拒絶しました。自分が舐めた世間の冷たさを子供たちには味わわせたくなかったのでしょう。過保護といえばそれまでですが、不器用すぎる親心ですね。そんな頑固な父親ですが、家の中では妻に頭が上がりません。彼は散歩に出かけるとき、決して自分では財布を持ちませんでした。いつも娘に向かってこう言うのです。お母さんからお足をもらったけ。偉大な芸術家も家庭では愛らしいお父さんです。日清戦争の折には世間のブームに乗って戦争画を寝る間も惜しんで描きまくりました。と言っても決して愛国心に燃える戦争協力者だったわけではありません。大好きな酒まで立って稼いだ加工賃を彼は兵隊に取られて残された家族へそっくりそのまま渡していたのです。表通りでは号外屋が大勝利と鈴を鳴らして走っていく騒ぎの中、国のためではなく近しい人たちのために身を粉にする。これが清親の優しさだったのですね。天気のいい日の午後にはよく娘を連れて散歩に出かけました。世継ぎの方まで田んぼを越え、百花園や亀戸へと歩きます。懐にはスケッチ帳を入れていました。帰り道はもう薄暗い田舎道です。そんな夕暮れ時、清親は突然、芝居の切られよ三郎の真似をして歩き出しました。暗闇の道におどけた鼻歌が響きます。神経質で人間不信に陥ることもあった清親。しかし、娘と二人の時だけは、こんなにもひょうきんな素顔を見せていました。秋葉神社の鳥の市や、白髭神社前の花市もよく歩きました。麹みかんの青い匂いが漂う店先で、つかみ取りをする様子をじっと眺めていたそうです。江戸っ子の粋と、のんびりとした生活者の息遣いが聞こえてきますね。清親の家族は、迷信や引っ越しが好きでした。新畑町に住んでいた時は、お化けの出る家という噂が立ちました。母はすっかり気に病んで、車坂の家へと引っ越します。続いてさらに向島へと移り住みました。ある日家族が浅草の駅舎に見てもらって帰ってきます。車坂から向島へ来た時は、案件札をついてきたのだ、と真っ青になっていました。しかも家の構えが、金神様に逆らっているというのです。これを聞いた清親の母は苛立ち、また引っ越しを主張します。清親はすっかり元気をなくしていたせいか、皆の言いなりになって、山の宿菓子へと移りました。さらに、清親の足が痛み出した時のことです。信心深い知人に勧められて、母がお稲荷さんに伺いを立てました。すると、性の悪い野田抜きがついたのだ、と言われます。
清親は呆れましたが、しぶしぶ行者の祈祷の様子を見に出かけました。そこでは、すっかり我を忘れた人々が、不思議な祈祷のトランス状態に陥っていました。それを見た清親は、変な気持ちになって帰ってきたそうです。ふざけた話だ、と文句を言いながらも、家族の言うことには付き合ってあげる。家庭の平和を保とうとする優しさでしょうか。年齢を重ねても、彼の画工としての意地は健在でした。ある時、知人が清親を読んだ句を送ってきました。本地の老木に、新しい女の花が咲き、という句です。本地とは風刺画のこと。清親はかつて、だんだん珍聞という雑誌などで風刺画を描き、人気を博していました。かつて一世を風靡した、年老いた風刺画家の家に、娘の友人である、年若い女性たちが出入りする賑わいをからかったものです。娘たちは、だってお父さん、60いくつのお父さんを、誰も若者だなんて書きませんよ、と笑ってなだめました。しかし清親は大不服です。いや、年はとっても、私のポンチは老木ではない。武器になって言い張りました。冗談にしろ、自分が老いたということは絶対に認めない。負けず嫌いな、意地っ張りの江戸っ子です。お金や名声に対する無頓着さも筋金入りでした。昔描いた風景画が高値で取引され始めた頃のことです。かつて20銭足らずだった絵が2円で売れ、雪や花火の傑作に至っては10円や20円で売れると耳にします。偽物まで出回っていました。それを聞いても清親は、へえそうですか、と鼻で笑うだけです。世間の評価など、彼にはどうでもよかったのでしょう。清親のお茶目さを象徴する逸話をご紹介しましょう。清親は背が高く、友人たちからは、見上げるような大男と言われるほどの長身でした。お酒をやめた晩年の彼は、すっかり甘党になっていました。ある日、娘の勝が一人で本を読んでいる茶の間に、のっそりと現れます。長い手を伸ばして、仏壇のお供え物の中から何かをつまみ出し、口に入れました。ふと見ると、清親は何とも言えない渋い顔をしています。実はそれ、親類が持ってきたお供え物の砂だったのです。清親はそれを落雁だと勘違いしました。半分もうすでに飲み込んでしまった。砂を食べて渋い顔をする明治の巨匠。勝は涙が出るほど大笑いしたそうです。これでは誰も彼を憎むことなどできませんね。さて、このような生活を送っていた清親ですが、彼の作品は近代の文人たちから熱烈に愛されました。代表的なのが文豪永井荷風です。彼が東京の街を歩き綴った名随筆日和下駄はあまりにも有名ですね。荷風自身も人並み外れて背が高く、いかに晴れた日でも日和下駄を履き、コウモリ傘を持って東京を歩きました。銀座や日本橋の西洋まがいの表通りではなく、路地や寒地、崖といった日陰の風景を愛したのです。荷風はこの日和下駄の中で、清親の風景画を手放しで絶賛しました。明治初年の東京を知る無上の資料である、と。また、詩人の木下木太郎も清親を高く評価しています。木太郎は、日露戦争頃までの東京を、前期東京と呼びました。そして、清親の描いた雪景色や夜の光景に、文明開化の裏側にある
名もなき庶民の哀愁を見出したのです。家風も木太郎も消えゆく江戸への強烈な郷愁を清親の絵の中に見ていました。駿河町の雪景色、万世橋の朝日、両国の花火。そこには東京の失われた情緒が永遠に封じ込められています。永井家風が絶賛し、木下木太郎が愛した静寂な風景が、しかしその背後には不器用な生活と、よう勝子をどうしたと笑う江戸っ子の声がありました。大震災の豪華の中から、大荷物になるのも厭わずに、娘が守り抜いたスケッチ帳。それは、偉大な芸術家の記録であると同時に、愛すべき困ったお父さんの生きた証だったのです。幸田屋が露伴の素顔を残したように、勝たちもまた、愛する父の息遣いを私たちに届けてくれました。美術館で清親の絵を見るとき、少しだけ彼の東京弁を思い出してみてください。あの静かな風景の向こうから、お母さんからお足をもらってけ、という声が聞こえてくるかもしれません。このチャンネルでは、資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もある、といった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。